こんにちは、MD ジャックです。ワクチン接種の副反応もようやく抜けてきました。こんにちは、愛です。注射じゃなく飲み薬で済む日が来るといいですね。今回は KZ-AS16 Pro ですが、AS16 のレビュー動画がアップされた頃、愛はまだレギュラーじゃなかったんですよね。画面左の AS16 の最初の動画の頃は一人でやってたから、右の動画の時には JK スタイルで登場してるじゃん。あれ、ほんとだー、すっかり忘れてましたわ。今じゃすっかりベテランみたいだけどね。なんか、初々しさのかけらもない感じが微妙に嬉しくない表現ですね。あ、ごめん、そういうつもりじゃなかったんだけど。まあいいんですけど、それよりそんなわけで、愛は AS16 のことかなり忘れてます。そっか、AS16 はフル BA モデルで、ドライバーが全部バランスドアーマチュアドライバーで構成されていて、片側に8機の BA が搭載されてるんだよ。ジャックさんがちょっと苦手なフル BA モデルですね。まあちょっとね、じゃあ早速見ていこうか。はい。AS16 のレビュー動画は過去に回アップしているので、復習はそちらをご覧いただき、AS16 Pro はどの辺が違うのかさらっと見て音質チェックに行きたいと思います。価格は AS16 を買った時は1万円前後だったけど、 CCA、A 店とセット販売で9000円ぐらいで買った記憶が。 AS16 Pro は7000円台で販売しているところが多く、あるの安いところだと送料別で5000円台も見かけたので、物価の上昇や円安を考慮すると AS16 Pro はやや安めの価格設定と言える気がする。 Amazon はちょっと高め。4年の時を経てリリースされた AS16 Pro。 フェイスプレートのデザインはちょっと CCA ライラっぽくて悪くない感じ。この部分の材質の違いが重さの違いになっていて、 AS16 Pro の方が若干軽め。装着感はどう？ BA だらけの割にはコンパクトに感じます。中はギッチギチですけどね。耳に当たる側にイヤーフィンの凹凸もなく、良い感じで収まりますよ。耳から飛び出すこともほとんどないですし、思ってたより全然いいです。そっか、それは良かった。 BA の種類、数、配置は同じに見え、フィルターは違う。同じボリューム設定時の音量が AS16 の方がラウドメスメーターで約4デシベル大きい。随分違いますね。AS16 は音でかいからね。形状、サイズが AS16、AS12 と同じ。外観的にはフェイスプレートとステムの違い以外、何がプロになったのか正直よくわからない。なんていうか全然新しさを感じないんだよな。なんかリリースされた経緯にちょっと嫌な予感がする。でも外観系はいつもそんなに気にならず、気になるのは音質なので早速チェックしてみよう。比較モデルは AS16 です。AS12 も入れようかと思ったんですが、過去動画で AS16 と12の比較をしているので、今回は AS16 と16 Pro でいきます。ニアピュアファイナル E タイプです。理由は後ほど。ではどうぞ。音量上がります。もう泣かない。きらりきらめく夜のムーンライト、かける街に一人歌う。ああ、どこにだって安らぐ場所見つけられず、まだゆらり揺らめく夜にくないせびら色に映る私。そう目が覚めたら孤独の中差し込んだでは AS16 Pro の単体波形から。最近見てきた波形に比べ波のアップダウンが大きいような。昔の KZ っぽいよね。広域の味付けは3キロ付近が中心、8キロ付近も出てるけど4から7キロあたりが抑えられているので、広域は全般的にマイルド。中心は低域より 500Hz 付近を中心とした減衰は波。
音収録にファイナル E を使用したのはこの比較をしたから。ファイナル E 以外は声域が伸びてなくて、それでなくても声域の出方がもともと弱く感じていたので消去法で選んだ感じ。次に AS16 と12の波形も重ねてみた。16と12は当時の KZ のチューニングとしては低域が控えめ、重低音を売りにしていた他の KZ モデルと比べると明らかに低域が弱く感じた。それに対し16プロは低域をかなり強調した上、1キロ以下の出方に遠慮がない感じ。なのに5キロ以上の声域の出方が16と12より弱い。波形を見る前の主張ですでに分かってはいたけど、全体的にもやっとした感じ。片側に BA8 機も積んでて、なんでこうなるかな。低域が出すぎて他の帯域にかぶってくる感じだし、声域はもともと弱めなのでなんかバランス悪い。確かになんかはっきりしない音ですね。フル BA ってこんなものなんでしょうか。そんなことないと思うよ。 AS16 に付け替えて聞いてみるとこっちの方が印象は全然いい。さらに AS12 を聞いてみるとちょっと声域がきつめに感じた。以前のレビュー動画では AS12 の方が全体的に聞きやすいと結論付けていたはず。以前と何か変わった点があるんですか？そうだね。フィジカル的には外耳道炎が治って耳のケアをちゃんとするようになってから声域が多少多めに出ていても鋭い、痛いっていう感じがなくなった。経験値だと AS16 を買った頃から100本以上のモデルを聞いて脳の適用範囲が広がった。そして再生プレイヤーを含めた再生環境の違いぐらいかな。ぐらいかなって全然違うじゃないですか。まあそうかも。で、改めて聞いた AS16 の低域が特に弱いと思わなくなってる。音は高質だけどフル BA で分離感はいいし、音を近くに感じ一つ一つがはっきり聞こえる分、サウンドステージの広さはあまり感じないけど、これが4年前にリリースされたモデルだということを考えると当時評判になったのも頷ける。それに対し AS16 Pro はここまであまりいい印象を持てないんですけど。そうだな、素の状態のはっきりしない音だとあまり使いたいとは思わないね。で、いつもより補正ポイント多いけど EQ 補正してみたらすごく良くなったよ。分離もリズムの刻みも細かいとこまでよく聞こえるようになった。6キロ付近は減衰しているモデルが多いけど、16プロは4から7キロぐらいまで落ちているので、8キロ付近だけ上がっていても声域としては弱い。さじ加減の難しいとこだから聞きながら調整したけど、このポイントを持ち上げると声域が明るくなってくるのがはっきり分かったよ。自分なりにバランスが良くなったと感じた AS16 プロはとてもいいね。 AS16 と比べても一味違うニュアンスになったし、だから基本となるチューニングの方向性の問題なんじゃないかなと思うわ。 AS16 や12は低域を抑えることでバランスが取れていたんだろうと思う。16プロは低域強化版の位置づけなのかもしれないけど、やり方が安易すぎるよね。実用にあたって最適解が見つかったのでホッとしたけど。なるほど、よくわかりました。愛も補正は積極派ですけど、そのまま聞きたい人には向いてないかもしれませんね。前半でリリースされた経緯にちょっと嫌な予感がすると言ったんですが、音質的に新しい何かを感じなかったり、4年経ってプロの名を冠してリリースされたことで期待していたんですけど、その期待値の大きさの分何がプロなのか全然わからなくて正直がっかりです。最低限チューニングを変えてきたことは波形でわかりますが、その他に関しては既存のパーツにフェイスプレートとノズル付け替えただけ、推測でしかありませんがちゃんと開発してるって思いました。AS16 プロ単体で見ればフル BA で7000円台だし EQ 補正で良い感じになるから大きな不満はないんですが、4年間 AS シリーズは時が止まってたのかって感じなので疑問が残るモデルですね。ということで KZ AS16 プロのレビューでした。ではまた次の動画で。ご視聴ありがとうございました。 MD ジャックチャンネルはイヤホンレビューを音と波形た言葉で表現します。チャンネル登録お願いします。